こんにちは。小樽に着きまして、今日は4日目ですね。北海道旅4日目です。函館本線の旅が一応ここで区切りがついたんですけども、お家に帰るまでが旅でございます。今日札幌まで戻って、札幌から新千歳空港から帰るといった作戦です。ちょっと最初に言ってなかったかもしれないですけども、リンゴ袋はって思うかもしれませんけども、函館空港から新千歳空港に送ってますので、ワンウェイの旅になってます。今回はケンさん、ちょっとセラで危ないですよと思う方いるじゃないですか。はい。でもね、今コメント書いてる人いるかもしれませんけども、大丈夫です。ここはもう廃線になった線路で、北海道で最初にできた線路かな、はい、になります。はい、今はもう観光資源としてね、地元の人のお散歩コースになってますけども、雰囲気いいですよね。小樽はですね、一時期ね、ゴールデンカムイとかね、それこそね、見てる人なんかはね、おおってなるかもしれませんけど、西洋の技術を取り込んだ絶妙な建物の感じとか雰囲気がですね、ずっと残っててですね、とても雰囲気のいい場所になります。はい、僕も初めて来たけどすごく良かったです。ビールも大変美味しかったです。お寿司も刺身もいろいろ良かったんですけども、北海道の余韻を浸りながらですね、走りたいと思います。はい、50キロぐらいでしたっけ。まあほんとそんなもん、めっちゃ短いです。上りも全然最初ちょろっとあるけど、それ以降はずっとフラットですね。朝道民委員の朝食ビーフめちゃくちゃ良くて、ここぞとばかりにイクラ丼を1スクープ、2スクープ、3スクープといってですね、大の大人がですね、イクラ丼を食べちゃいました。はい、2回。まあ行きますか。さあ、やってもらいました。この線をまっすぐ行けたら1億円プレゼントチャレンジやってまいりました。ルールは簡単。落ちずにゴールすればいけます。ディレイラーもげなくてよかったですね。はい、行きましょう。さあ、やってまいりました。本日のトップバッターを飾るのはツッチーさんのこの一曲。小樽へようこそ、絶対使わないでね。いいじゃないですか。お金かかってますね。こちらもまた雰囲気のある建物ですね。ねえお兄ちゃん、それよしこちゃんのリコーダーじゃない？なんで加えてるの？事件の匂いがするな。ドン引き青ざめてますもん。昨日はここのビールかな、確か。あれ、そういえば治ったの？風でこんなに匂ってうん。それが冷たくなる。冷たい。やっぱ海が近いからなのかな。ありがとうございます。北海道視聴者さんや、暑い。涼しいんだけど暑い。そう。これが関東戻っちゃうと、日差しは暑いし、蒸し暑いし、風はねえしってことね。こりゃすごいな。渡るのは無理だけど、伏子川、すごい綺麗。なんて走りやすいんだ。ちょっと今日は俺に任せてくれと、スッチーが言ってくれましたけども、ランチをね。こんなところにあるんですか？これ？あら、ピコリッチ。ピコリッチ。あら、素敵。
塩むすびとはい。おかか。この見た目でいくらもいけるって言ってああ、本当に。握ってもらったまさかのこの見た目でそっち系だった。米とか絶対出てこない。出すとしたらリゾットでしょ。うわー、カプレーゼか。スモークサーモンのクリームチーズがうまいんですよ、これがね。うわー、くそ、どうすればいいんだ。これは。最高ですね。野菜嫌いって言ってた子は多分これ、おかわりってなるやつですね。ねえ、見てこの余白。この余白は美味しい余白ですからね、これね、皆さんね、覚えてくださいね。おしゃれかよ。おい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 。じゃあ、こっからもあれですか？札幌までまっすぐですか？どうしてもね、健太さんにね、チャレンジしてほしいんだよ。ヒルクライムやる。嘘。本当に。マジでもう疲れてますよ、僕。すごい。このまず芝の手入れ具合よ。週一で床屋行ってるみたいなね。素敵じゃないですか。絵になる。見てこの木、ピシッと。整列って、そう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 。すごいよ。これはすごいっすね。北海道サイクリスト、ここで来ればいくらでもネタが取れるじゃん。すごいな、こりゃ。山ですね、これもね。よっしゃ。これはすごいね。上からの景色が期待しかないな。うわ。結構な、相当な坂ですよ、これ。なんだあるんだよね。焦ってね。さあ、戻ってまいりました。ただいまでございます。無事に北海道の旅帰ってまいりました。はい。とっても楽しかったです。感想を言うと、北海道と言ったらやっぱりこう富良野とか十勝とか、まあ小樽とかもそうですけども、やっぱりザ定番のこのスポットを基本巡る、ね、観光することが多いと思うんですけども、まあそこも含めて、ちょっとマイナーな地域もね、実際に走ってみてですね、でっかい一つの北海道の中でも景色が違う、雰囲気の違う土地をですね、土地柄、まあ人とかもそうですね、見てみてですね、とてもこう、本当にこう旅っぽい旅をですね、することができたなと思いました。はい。よく北海道のご飯は美味しい、何でも美味しいと言いますけども、僕の中でやっぱり一番美味しかったのは野菜ですね。すべてにおいてパーフェクトです。めちゃくちゃうまかったですね。はい。動画にはしてないんですけども、2日目の動画の夜、くっちゃんっていうところのスウェルというイタリアに行ったんですけども、そこはもう過去一美味しいイタリアンと言っても過言ではないぐらい本当に美味しかったです。もう僕らも本当に気が狂ったように注文しまくって、お酒も飲みまくって、だいぶやばいことになっちゃったんですけど、こっちの方が。でもまあ、全く後悔してない、ね、いい思い出でした。その次の企画とですね、どんどん新しい企画考えてますので、また次回ね、楽しみにしててください。総集編の動画もね、作る予定ですので、まあ、Zwift とか、なんか作業用の BGM として聞きたい人なんかはですね、ぜひね、そちらもご覧ください。もしもですね、今回の北海道の旅、楽しかったと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録をね、よろしくお願いします。はい。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。